はい、UJIIEでございますね。トゥーボイスプロシンセサイザーでございますね。マリオンシステムズ社が作ったトム・オーバーハイムさんによるこのねトゥーボイスプロ、見てください。シンセサイザーエキスパンダーモジュール SEM ですね。これが2つボンボーンとこうありますね。これですよ。なんたって今までねこのSEM の形で、このパッチシステムとMIDI-CV ゲートがついたやつとそれと合体したね SEM プロってやつが出てましたけど、その SEM プロが2つ入ってでシンセサイザーとしての形、鍵盤とモジュレーションとか、そしてねここにあるシーケンサーもついてということで非常に充実した内容でもう完全フルアナログ状態で来ましたこのトゥーボイスプロシンセサイザー。さすがトム・オーバーハイムさんのね入魂の作品でございますが、中身見てみましょうか。トゥーボイスっていうくらいだから、今最初の方で和音を弾きましたけど、私ねこの元の音に戻しますね。これ見てわかりますかね。この電気がつきます。電気がつくってことはこれが鳴ってるってことだね。こっちがついてませんね。これね、実は2つの SEM のモジュールがありますけど、これをどういうふうに使うかっていうのは実はこのアサインメント、これ割り当てっていう意味だけど、これ今 SEM の A これね、 SEM の B これね、で SEM の A はキーボードに接続されていて SEM の B はシーケンサーにつながってるというのことになってるわけ。じゃあこれもSEM の B もキーボードにしてみましょう。そうすると2つになってますね、これね。でこれらをじゃあどのように使うか、トゥーボイスをね、それがここのねキーボードコントロールってやつなの。今ユニゾンでリトリガーってなってますけど、ユニゾンなんで一つの鍵盤を押すと2つのモジュールが同時になると。ここでちなみにオクターブ切り替えできますからね。でこれをね消すとこれ今弾きます。これなるでしょ、こっちでしょ、次行くとこっち順番になりますね。ちなみにこの SEM の A と B なんだけども、ここはねここ SEM アウトプット SEM-A と B のボリュームレベルですね。それとパンがあるのよ。これそのパン目いっぱい振ってみましょうか、左右にね。そうするとこういう状態になるわけ。交互になりますね。でトゥーボイスなんでこれポリフォニックですから、パン真ん中にしような、この方が分かりやすいもんな。2つの文字が鳴ってますね。ということですよ。どの音をしたらこれ絶対その音でこちら側が鳴りますね。
とパン振ってみようかな。当然これ2つの音色がこう鳴ってるわけだから、微妙にこちらをちょっと音を変えたりとか。そうするとこれ1オクターブ上げました。それによりこうなるわけ。これは面白いね。でユニゾンにすると常に2つが鳴ると。で一個一個のモジュール見てみると分かるんだけど、1つの SEM モジュールにつき VCO が2ついますね。でフィルターが1個あって、エンベロープジェネレーターね、音の時間的変化をつけるエンベロープジェネレーターが2つありますね。LFO もあるし、でこれが全く同じものが2つあると。でも違う音にセッティングできると。これが醍醐味でしょ、なんだってね。じゃあちょっとこちらだけ A だけで中身説明してみましょうかね。じゃあ A だけが鳴るようにしました。でここで VCO の1と2がありますね。ちなみにこの VCO と1と2のミキシングバランスはね、ここなのよ。真ん中にすると12時の方向だと音が出ません。ゼロなのね。でノコギリ波を使うか区形波を使うかパルス波を使うか、これ選択できます。ちなみにパルス波を選ぶとここでパルス幅を変化できますね。ノコギリ波でこれピッチがものすごく動きます。でここで、ファインピッチ微妙にずらしてやっていいと思うけどね。ちなみにフィルターは、マルチモードフィルターですね。これローパス、カットフレケンシとレゾナンスがありますけど、今ローパスですね、これね。こちらだとハイパス。いい感じだね。これバンドパスね、でノッチフィルター。ノッチフィルターっていうのはこのねバンドパスの反対側の逆走みたいな感じなんだけど、これがオーバーハイムのフィルターの大きな特徴で、よくねストリングスとかでよく使うんですけど、ローパスとハイパスのこう両方の感じがうまく出てますが、今回ローパスにしておきますね。よくできてますね。でエンベロープジェネレーターで、基本的にはエンベロープジェネレーターの1が VCA のエンベロープ、音量の時間的変化ね。で VCO の2の方は今フィルターにかかっているように、フィルターの音色変化、時間的音色変化ね。これが2ついるということになりますね。こっちが出してみましょうか。5度にしたりして、ちなみにここでノイズも出ますね。ここで1のこっちからも、パッチングできますね。で両方ミックスしましょうかね。キーボードここでピッチメントとモジュレーション。モジュレーションもね、ここにねモジュレーション専用の LFO がいるんだよね。ここちなみにプレッシャー、アフタータッチでもこれかかるようになってますね。アフタータッチもちゃんと完備してるという。でこれで全体のファインチューニングで、VCO の2だけのディチューン
でここでトランスポーズね。で A と B だけ独立してるんでこう。で両方ついて両方かかる。でここヘッドホンですね。ヘッドホンボリュームね。さてここを見てみましょうかね。シーケンサーがありますね。16ステップのシーケンサーがあるってのが分かりますね。最初に説明した通りこのアサインメントのところでシーケンサー、ね、A と B ってありますけどこれシーケンサーで鳴らすと。でこれちょっと、シーケンサーに今アサインしましたがでクロックランこれねありますね。ランスタートですね。これやってみるね。まあ A だけにしました。今こいつが鳴ってるの分かりますね。エクスパンダーモジュールの A がね。でこれでエディットを押すともちろんここで変えられます。このステップの長さ今16なんで16いってるよね。当然これは4つにすると4つ。で A と B 今 A ね鳴ってますね。今度 B が鳴ってますね。すなわち A と B は違うものが走ってる。同時に走ってるわけ。これはよくできてますね。ちなみにサンプル&ホールドにするとこれもめちゃくちゃが出ますね。よくできてます。でシーケンサー例えば SEM の B の方はシーケンサーを走らせながら SEM の A の方はキーボードってやることによりこっちが弾きながらこういうことができるわけ。こういうパフォーマンスができますね。素晴らしいです。あとね私が面白いなと思ったのはここにベロシティがねちゃんとついてるんでちなみに後ろにはミディもいますよ。ちゃんとミディ、見てみようか。ミディ、ね、このミディがちゃんとミディ端子があるの分かりますね。ここにね、はい、オーディアウトと、エクスターナルのインと SEM の A と B のゲートのアウトプットがありますね。これねミディがついてるってのはちゃんと現代版になってる大きな証拠なんだけどもう一つこのねもう一つこのベロシティがちゃんとついてるっていうのが偉いなと。ベロシティのコントロールちゃんと鍵盤がついてるんでこれは弱いとこ弱いでしょ。強いとちゃんとベロシティの感度とかここで決められますからね。ベロシティのカーブっていうのこういうふうに今風にちゃんとアレンジされてるのが素晴らしいなと思いますね。あとねこの、ね、ソングモードっていうのがあってねこれがね非常に面白い。これソングモードね例えばねソングモード例えば3番ってやるとシーケンサーってこうメモリーができるんですよね。全部で、いくつかできるんですけどここね。でこのソングはそのシーケンサーをねどんどん切り替えていきます。これ面白いんだけど3番はねこんな風になりますね。でこのカーブどんどん変わるでしょ。やりながら
で弾きながらこうねブリブリできるわけですよ。これはよくできてるね。ソングモードね、素晴らしいと思いますね。でシーケンサーモードだとバンバンこうやってね、どんどんこうリコールってやったらそれが鳴る。どんどん自分のシーケンスをねよくできてますねこれね。という感じで、バンバン自分の、音を作ってもらうといいと思いますね。やはりねアナログらしさっていうところで言うとね、このポルタメントこの微妙なねウニウニとしたポルタメントはね、私アナログシンセサイザーで最も好きなところなんですけどね、素晴らしいです。トム・オーバーハイムさんが作ったねトゥーボイスプロシンセサイザー、もうぜひ皆さんもね触ってみていただきたいと思いますね。もちろんユーロラックとかで使ってる人はもうこの上のパネルを見れば分かるようにこのミニジャックのこのね挿すとこいっぱいありますから、ここでねバンバンこうねいろんなシンセサイザーと連結してもらってですね楽しんでもらいたいですね。向こうから来るもよし、こっちから出すもよし、これはもう本当に素晴らしいですね。トム・オーバーハイムさんが作ったマリオンシステムズのトゥーボイスプロシンセサイザーでした。はい。